皆さんこんにちは、ことなです。今日は天井の板張り、これについてご紹介したいと思います。お車をご自身でキャンピングカーとか車中泊仕様にされている方の中には、天井の板張り、これにね憧れている方非常に多いのではないかと思います。ただ一方で、作るのが大掛かりで大変だとか、車に穴を開けたり内張りを剥がしたりとか、これやりたくないなとかね、そもそもディーラー車検が NG は困るとか、そういった理由でね諦めてる方も多いのではないかと思います。で、僕もね作るのが大変っていうのは苦にしないんですけれども、ディーラー車検が通らない、これ一番困る。それから、車体への直接加工、これもしたくない。要は改造車とかね特殊車両扱いではなくて、あくまで一般車としてディーラー車検が通るような範囲でカスタムをしたい、これが大前提なんですね。だから天井の板張りは最初からね、僕の場合は封印してたんですよ。ところがね、実際に車で寝てね天井をこう見上げると、やっぱり板張りいいなーっていつも思っていて、簡単にね着脱できるようにさえすればね車検の問題はクリアだなーなんて前からずっと考えていたんですね。で、今年でね相棒も2回目の車検終わって4年目に突入したことだし、車自体もね内装を含めてほぼ完成形なのでね、ここらで封印を解こうかなと、いうことで制作することにしました。で、いろんな方法を検討したんですが、絶対に譲れない条件というのが3つあります。1つはディーラー車検が受けられること、2つ目は簡単に着脱ができること、3つ目は木製であること。この条件をね満たす方法として、車両のこの両サイドに、橋桁を取り付けて、その上に天井板を置くという橋というかアーチ式、これでね作ることにしました。ただね、僕の車の場合はここにルーフラックがついているので、板張りにするのはこのルーフラックの手前まで、こちらの居住空間だけで、ルーフラックの上は、板張りにしません。そこのところはあらかじめご承知おきください。それでは早速、橋桁天井板の順番でねご紹介していきたいと思います。はい、橋桁なんですが、当初は簡単に幅20センチぐらいの板1枚、これ 1x8 なんですけれども、これをね、投げしのような形で取り付けて、こんな感じかな。これでね済まそうって考えていたんですけれども、せっかくなので今回はここを小さな収納棚にしたいと思います。で、いずれの場合もですね、車体への取り付けはここを使います。スライドドアの上にあるネジ穴、ユーティリティナット、これを利用します。エブリーワゴンやエブリージョインの場合はここにアシストグリップがついていますので、これを外してください。で、ここに60センチのスチールアングルを M6 超ボルトで取り付けます。本当はねもっと前の方まで届く長いアングルを使いたいのですが、エブリの場合ちょうどこの位置から前方にかけて徐々にカーブしていくので浮き上がってしまうため、直線部分に合わせて60センチにしています。アングルを取り付けたら、その上に乗せる棚板をカーブに合わせて加工していきます。カーブの型取りは段ボールを使います。まず型を取りたい範囲に垂直方向で1センチ程度の切り込みをハサミで入れます。次に段ボールを直線部分にしっかりと合わせて、カーブの始まりから順に段ボールを折り曲げて形を取っていきます。折り曲げる部分は爪を立ててしっかりと押し付けるように折り目をつけていってください。一通り折り目をつけ終わったら、マジックで折り目をなぞるようにマーキングしてください。マーキングしたら取り外してください。
次にマーキングした線をなだらかにするようにマジックでならしていってください。平均を取るということですね。そうしたら再度車体に当てて確認しながら微調整をした上で余分な段ボールをカットします。これで型紙の完成です。完成した型紙を棚板に合わせてマジックでカーブ線を転写します。転写し終わったら再度マジックでならしてカーブ線を整えてカットします。はい、カットしてサーディングしてきました。ぴったりですね。使用した棚板は 1x4 91センチです。アングルと棚板はタッピングトラスネジ5本で、アングルと車体は M6 超ボルトで固定します。側板と天板も同様に段ボールで型取りしてから切り出します。まず側板を木工用ボンドで取り付けて30分ほど放置した後、天板を取り付けてさらに1時間放置してから全てをサラネジで固定したら完成です。で、完成したのがこちら。小さいとはいえ収納棚なので走行中に収納物が飛び出ないよう扉をつけました。観音開きにしてドア止めにはマグネットキャッチを使用しています。念のためアーチ型留め金もつけています。収納するものは使用頻度が高くて万が一飛び出してきても支障がないようなものに限定して、右はタオル入れに、左はコンビニ袋とトイレットペーパー、ポケットティッシュにハンカチ、奥にジップロックを入れています。で、橋桁なので当然にこれと同じものを反対側に作る必要があるんですが、めんどくさいという方は高さがこれと同じになるような一枚板で投げしのように装着するというやり方でもいいと思います。もちろん冒頭にも言いましたが、両方とも一枚板で投げしのようにするというのもありです。両方とも収納棚にする場合はですね、同じ形同じサイズなので型取りは1回で済みますので、同時に2つ作ってしまえばいいと思います。ちなみに僕の場合はすでに助手席側に上置き棚があるので、この棚の上に橋桁を設けようと思います。はい、天井は長さ91センチ、幅 9.5 センチ、厚さ 1.2 センチのヒノキの羽目板10枚で作ります。一番前になる板は車体の形状に合わせて段ボールで型取りをしてカットしています。まず最初に長さ91センチ、幅 4.5 センチ、厚さ 1.4 センチの杉板2本を30センチ間隔で並べて、その上にはめ板10枚をはめ込みながら並べていきます。並べ終わったら30センチと60センチのところに鉛筆で薄く線を引きます。杉板の中央と引いた線が重なるように杉板の位置を微調整していきます。あとは線に沿って各板2箇所ずつ計4箇所にドリルで穴を開けてサラネジで固定してサーディングをしてワックスを塗ったら完成です。裏はこんな感じになってます。最後に橋桁収納棚との連結用に折り目ナットを2箇所埋め込んでおきます。それではいよいよメインの天井板装着していきたいと思います。装着は簡単ですが手順があります。まずどちらか一方の橋桁を固定してその上に天井板を乗せてからもう一方の橋桁で天井板を持ち上げるようにして橋桁を固定します。で、最後に天井板と橋桁を超ボルトで連結して終わりです。僕の場合は既存の上置き棚に一旦乗せてから反対側の収納棚にしっかりと乗せます。その後、上置き棚の上に作った橋桁用の板を起こして天井板を支えます。天井板と橋桁用の板は超ボルトで固定します。これで完成です。はい、こんな感じに仕上がりました。やっぱりいいな、板張り。
ほんと車内の雰囲気が一変する。全面やったわけじゃないんだよね。たった90センチ四方の範囲、ちょうどね車内の半分ぐらいなんだけど、こんなに雰囲気変わるんだ。より一層部屋感が出たというか、山小屋感、ロッジ風というか、あ、ヒノキサウナ風呂にも見えてきた。そういうこと言っちゃいけないか。いやでもとてもいいです。これはねやってよかったな。自己満足自画自賛なんでもいいや。僕は大満足です。はい。見目の方向なんですけれども、長方形に近い車の内装でね、板を張るときに前から後ろ方向に全部並べて貼ると奥行き感がすごい出るんですね。同じ広さなんだけど広く感じる。特に写真とか動画にした場合ですね、遠近の関係でものすごい長く見えるんですね。広く見える。なんで逆にこう横方向にやったり、壁をこう縦に板を並べるとどん詰まりの状態に移ってしまう。こういうのがあるから多くの人はもうほとんどこの方向にやってると思うんですよ。うん。で、僕もね、今回それやりたくて、一応、できたやつをこうとかいろいろやってみたんだけど、まあ、一つね、狭いからそんなに違和感僕はなかったんだけど、あえてね、横にしました。で、それはね、やっぱり、両サイドしか触れてないんですよ、橋桁に。真ん中は宙に浮いた状態？極端なこと言うと。だから、構造上のね、強度の問題で、僕は横にしました。もうちょっと詳しく、鉛筆を使って説明しますね。はめ板の数と同じだけ10本鉛筆並べてます。この鉛筆がはめ板だと思ってください。で、テープが横の杉板の代わりです。でね、縦方向に装着すると、映るかな？車がこうあって縦方向にね、装着すると、こうなるわけですよ。両サイドに乗っかってるのって、一番左と一番右。これだけが乗っかってて、残りの8枚って、まあ、はまって全部繋がってはいるんだけれど、宙に浮いてるんですよ。ってことは、この両サイド、一番左と一番右のたった2枚で、8枚分の重さを全部背負ってることになるんですね。で、まあ、見てわかると思うんですけど、こう、継ぎ目のところを境にたわみやすくなるんですよ。ところが横方向にすると一本一本全部の板が、橋桁にかかってるってことは、一本一本は自分の重さだけを支えればいい。10本全部がそういう風になってるんで、特別どっかに負荷がかかるわけでもないし、強度的にもこの方が全然強くなるんですね。だから2本の板で全部を支えるのと10本全部がそれぞれちゃんと支えてる状態だと、はるかにこっちの方が強度が強いわけですね。だから今回の、僕が取ったその両サイドに橋をかけるみたいな形でね、乗せるだけという天井板張りをやる場合については、縦方向っていうのはちょっとおすすめできないかなって。真ん中は固定しちゃえばいいですよ、屋根とかにね。だけどそれだと穴開けてビス止めしたりとかってする、まあ本格的にやるのとなんだ変わらなくなるんでね、やっぱり縦方向はね本格的にやらないとちょっと天井の場合危険かな。そんな理由でね今回横にしてみました。ただね、実際横にしたけれども違和感はそんなにないですよ。もうちょっとそのどん詰まりの状態とかね、そんな感じになるかなとかって思ったんだけど、縦にしても横にしてもね、あんまり変わらなかった。変わらない理由は多分、車全部をやってないからでしょうね。半分だけしかやってないから狭い範囲なんで、あまり違和感がない。あとは、壁をもし縦方向にね、板張りしていたら違和感出たかもしれないけど、それもやっていないので、多分それが大きな理由かなと思っています。はい。実はね、今回もう一種類天井板を作ってます。それがこれですね。シナベニヤ、シナ合板で作ってます。
でね、最初はこっちがメインだったんですよ。安くて軽くて簡単にっていうことで。ただね、ホームセンターに行って羽目板どうしようかなってやっぱり見比べてるうちにね、羽目板でやってみるかって形で羽目板の方にどんどん傾いてっちゃったっていうことでね、そうは言っても捨てきれず、こっちはこっちで作ったんですね。作ったって言ったって車の形に合わせて角を切っただけ。あとはもうこのまんま、サーディングしてでワックスを塗って終わりです。超簡単で、サイズはね 910×910 91センチ ×91 センチ、厚さはね 5.5 ミリを使いました。一番薄いやつだとね 2.5 ミリっていうのからあるんだけど、軽さ追求するとね厚さを薄くするしかないんだけど、そこまで薄いとさすがにね2箇所でしか釣ってないから、さっきの話じゃないけれどボヨンボヨンになるんですよ。やっぱり車の揺れで下敷きがペナペナになるみたいな感じだ。ある程度の厚さは必要ということで6ミリぐらいが、4ミリでもちょっと不安だったんで6ミリと思ったら6っていうのがなくて 5.5 ミリだったのでね、5.5 ならいいでしょうってことで買ってきたのがこれです。でね、普通のベニヤ、これねベニヤで、こっちがねシナ合板で、どっちもねベニヤ板なんですよ。ラワン材っていうね、東南アジアの樹木をこう薄く切って作るんですけど、樹脂で貼っつけてね。ただこれってこう見てわかるとおりこうガサガサ感っていうかあまり美しくないよね。でどこに使ってるかっていうと、押し入れの中とか、あとはコンクリートの基礎をやる時の支える台枠とかね、基礎材として使うようなことが多い。でこいつにね、北海道にシナという木がいっぱい生えてるんですけど、そのシナの木の、木材を薄く削ったやつをこれに両面貼って作ったのがシナ合板なんですね。だから中は同じベニヤラワン材なんだけれども、表面だけこうやって白く綺麗になってる。木目もねものによっては結構はっきりあって綺麗なんですけど、でこれ見たことあると思うんだけど、一番多いのはあれかな、机の引き出しの底板とか、あとは安いタンスの内側、あとはねこのサイズなんか見覚えないですか？小学校とか中学校の時木版画ってやったでしょ。彫刻刀で削って、時使った板がこれですよ。これシナノキは柔らかいから彫刻でスーッと削れるんでね。そんなね用途の違いはありますけども、僕はだから今回このちょっと高級な方の、ベニヤ板、これをね使おうと思ってで買って作ったのがこれなんですね。で装着するとねどんな感じかというとこんな感じです。羽目板とはまた違った風合いで悪くないでしょ。少なくとも木目のプリント合板や壁紙よりはいいかなって個人的には思います。一応全部本物の木ですからね。で逆に羽目板より秘密基地感が強く出てるような気もします。子供の頃遊んだ押し入れの中の秘密基地みたいな感じでね例えいいかどうかわからないけれど、これはこれでねまた味があって十分ありだなと思います。軽くって簡単で安くっていいんじゃないですかね。で装着方法はね羽目板と全く同じです。はい、気になる費用の方ですが、カインズ価格ですよ。今回の総費用ですね、羽目板天井の場合は、8412円合計で、シナ合板天井だと4964円でした。明細はね概要欄の方に載せておきます。羽目板の方ね僕ヒノキを使ったんでね単価がちょっと高いんですけれども、杉板の羽目板だとね200円ぐらい安いんですよ単価が。だから多分6400-500円でできるかなと思ってますよ。何はともあれですね無事完成できたので良かったなと思います。本物の木で簡単でしかも着脱式、もう僕個人的には大満足です。で、この方法でね天井全面やりたいという方、
できると思います。でその場合はですね、この両サイドの橋桁、これはね1820の木材買ってきてバンバンとつけてしまえば一気通貫で、そこは一枚物でいいと思うんですけど、天井板だけはね1820で1枚でやらない方がいいと思います。着脱式という意味でですよ。ちょうどね僕の今回作ったやつをもう一個同じものを作ってっていう感じかな。9090のその分割でね、2分割でという形で2つ作るっていう方が着脱しやすいのでね、どちらかというと分割式をおすすめいたします。皆さんのご参考になれば幸いです。ということで、今日も長いことお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしかったらですね、チャンネル登録、いいねポチ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー、バイバイ。